島のほとんどの開拓が進み、もずくの出番も終盤になった。結局、開拓の最後まで元の世界に戻ることはできなかったのだが、いつか戻ることもあるかもしれないため、もずくがいなくなっても島の豊かさが続くよう、頼りになり、まとめ役に適任な人物を探すことを勧めた。すると、どの住民たちからも同じ人物の名前が挙がり、重い荷物を運んでくれた。一緒に遊んでくれた。商売がうまくいかず困っていたら助言をしてくれてうまくいった。喧嘩の仲裁をしてくれた。それを聞いたもずくは本人に声をかけに行くことにした。最初は渋っていたけれど、島のために長々と快く引き受けてくれ、島の象徴となる大きな城を築くことになった。果たして今回はどんな開拓物語になるのだろうか。こんにちは、もずくです。今回は江ノ黒島の島区切動画になります。そして今回のエリアなんですけど、いざ作ってみたらかなり大きなエリアになってしまったので、丸々エリア作りっていう感じの島くりは今回で最後になります。なので残りは余ったスペースと砂浜の島クリエイト、あとは部屋作り動画で夢見公開まで行く予定です。では早速作っていきます。どうぞ。まずは作る場所まで移動します。前回忍者屋敷を島の端っこから左にずらしたよっていうお話をしたと思うんですけど、今回作るエリアはその空いたところに作ります。で、今回のエリアは円形のエリアになるので、段差のある地形を先に作っておきました。一応1段目のサイズが奥行きが20マス、横が22マスぐらいのサイズになってます。周りの崖は後で調整するので、とりあえず囲っておきました。で、今回作るものがお城です。イメージはこんな感じなんですけど、一応外観でお城にできるんですけど、忍者屋敷がかなり立派な建物になったので、それに負けないように今回は建物プラス周りの地形もお城にしようかなと思います。で、あとはお城といえば敵から攻められないように堀があるイメージなので、川を作ってそこに滝もつなげたりなんかして、手前の崖から奥の景色が見えるという感じの作りにしようかなと思います。では早速作っていきます。まずカメラを開く場所は手前の3段目の崖の上なので、ここからちょうどよく見える位置にお城を建てるための崖を作っていきます。砂浜側から4マスぐらい開けて崖を作っていくんですけど、とりあえず建物プラス左右に木が植えられるサイズの崖を作っておきました。では早速建物を移設するために位置を決めます。はい、こんな感じで建物の後ろ側にも家具を置く予定なので、2マス程度開けて左右も木を植えるスペースを空けておきました。手前の1段目にも家具を置く予定なので、結構建物ギリギリまで崖を削ってます。はい、手前から見るとこんな感じになりました。ではここから建物を移設してみます。どうぞ。はい、どうでしょうか。位置によっては建物の見え方が下のドアの部分がほぼ見えなかったりだとか、前すぎて圧迫感ありすぎたりする可能性もあるんですけど、どちらもないような位置に調整して作りました。ではここから建物周りもお城にしていきます。まず手前に西部の街並みを置くんですけど、これは建物が見えなくならないようにこの高さの家具を置いて、西部の街並みの端っこはお城の塔でなじませておきます。で、あと本当は階段を設置したかったんですけど、頭の中でイメージしている階段よりも設置できる階段の方がちょっと大きいなと思ったので、今回は階段ダンスを使います。
完全に実用性よりも装飾として使っているんですけど、建物家具のベースに加えてこんな風に装飾にこだわるとより派手で立派なお城になるかなと思います。で、正面は入り口にしようかなと思うので、階段の前デザインを敷いて入り口に見立ててシンプルなパネルを2枚置いて、その手前に扉の装飾として鳥居を置きます。で、さらに前に家紋のマークが入った上りを左右に置いておきます。次は2段目部分を作っていきます。ここももちろんお城の一部になるので、石固めの前デザインを全体に敷いて、さらに装飾として五重塔を建物の左右に飾ります。で、後ろを2マス開けたので建物の真後ろに松を置いて、その左右をお城の塔で挟んでおきます。で、ちょっと置く瞬間が見えないんですけど、手前のお城の塔の上はぼんぼりを飾っておきました。はい、全体はこんな感じです。どうでしょうか。地面から上に行くほど幅を狭くしていったことで、周りに置いた家具もお城の一部に見えるかなと思います。で、ここまで作って、あれ、秀吉のお家はどこに建てるんだろうって思った方もいるかもしれないんですけど、今回このお城を作るにあたって日本のお城を調べたんですけど、その中で姫路城がすごい自分の好みに刺さりまして、姫路城って多分知ってる方も多いと思うんですけど、メインのお城の周りにいっぱい建物がくっついてるんですよ。その物量というか、それがすごい迫力があってかっこいいなと思ったんで、今回秀吉のお家は今建っているお家の横に増設しようかなと思います。なので崖を足して、さっきと同じように手前に西部の街並みと、今回はローパネルを手前に置いて、お城の塔はメインの場所よりも目立たないようにしたいので、ちょっとだけ後ろに下げて配置します。で、崖の上も同じようにタイルを敷いて、崖の一番端っこに秀吉のお家を移設します。はい、するとこんな感じになりました。どうでしょうか。めちゃめちゃでっかくなりました。外観もお城と同じ色にして、屋根を黒、壁を白色にしています。もうここまで大きければ忍者屋敷よりも迫力がないっていうことにはならないかなと思います。では次は木を植えていくんですけど、崖の上はヤシの木を植えます。っていうのも、一応江戸時代が設定なんですけど、矢所島は江戸時代にあった架空の島みたいなイメージで作っているので、ヤシの木を使ったりだとか、他のエリアではサボテンなんかも使ったりしてます。はい、全体はこんな感じです。ヤシの木の葉っぱだとこうワサワサって出てくれるので、密度も出るかなと思います。では続けて木を植えていきます。その前にお城側から石畳が広がっているように前デザインを敷いて、1段目は松の木をメインに置いていきます。はい、全体はこんな感じになりました。やっぱり植物が増えるとだいぶ華やかになってくるかなと思います。ではここからは周りを作っていくんですけど、お城に行くまでの道が欲しいので、木の板の前デザインを3列分貼って、左右の境目に竹の車止めを並べて橋を作ります。はい、手前から見るとこんな感じです。では橋の位置が決まったので、次は川で堀を作っていきます。で、川は右側から左の奥にかけて作っていこうかなと思うんですけど、川の終わり始まりはなじませるために滝を作ります。ではここからどんどん川を作っていくので、早送りタイムでどうぞ。
んな感じになりました。どうでしょうか。だんだん壮大になってきました。川が奥まで続いているので、川がなかった時よりもお城が遠くに感じるというか、最初よりも奥行きが出たかなと思います。ではここからは橋の手前側を作っていきます。最初に作ってあった崖が角をなじませずに作ってあったので、崖を削ったり増やしながらなじませていきます。でさらに2段目にも橋が続いているようにしたいなと思ったので、奥行き3マス分だけ橋を作って、ここは左右に橋の柵に見立てたブランコを置いて、こっち側の橋は向こう側に渡る時にガガガガガガって上がったり下がったりするような動く橋をイメージして作ってみました。はい、全体はこんな感じです。本当はお城側にあるかと思うんですけど、地形的に作れなかったので手前にしました。いいアクセントになっているかなと思います。では次は川の手前側にだけ川に沿って低木を並べていきます。で低木は基本的に江ノ黒島は金木犀を使ってたんですけど、ここはヤシの木に合わせてプルメリアも混ぜて植えていきます。はい、全体はこんな感じです。お城を目立たせたいので、手前側は家具をほぼ置かずに植物だけで雰囲気を作っていきたいなと思ったので、低木を並べてみました。その方が広大な土地に見えるかなと思います。ではまた今度は左側の崖を整えていきます。お城を囲うように川も伸ばしたので、同じように崖も川に沿って作っていきます。でさらに見晴らせる3段目に上り下りしやすくするために石の階段を設置します。はい、こんな感じになりました。お城を正面から見た時にちょっと映るのがいい感じかなと思います。では次はさっきも言った通り、手前側は家具を置かずに植物だけで雰囲気を作っていきたいので、花畑を作ります。花は白いユリ、菊、アネモネを使っていくんですけど、すごい量になりそうなので、種から植えて成長を待つために一気にお見せします。どうぞ。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。植物が増えると一気に雰囲気が変わるかなと思います。花畑側から見るとこんな感じになっているんですけど、麦畑を混ぜたり、ちょっと木を増やしたり、あとは岩も固定させてみました。ちなみに歩くとこんな感じです。ではこのまま崖の終わりに木を植えてなじませていきます。で次は石固めの苗デザインを使って道を作っていきます。家具を置かないのもあって、手前から奥にかけて石畳、花畑、川、お城といった感じで違った景色を楽しめるようにしてみました。で道の終わりは竹の車止めでなじませて、道の手前側には柵を立てていきます。でさらに柵の手前側は手前のエリアとの境目になるので、とりあえず崖を奥行き4マス分ほど増やしておきます。はい、ではエリアのつなぎ目を作っていきます。まず道を
次のエリアに向かって敷いて、道の終わりはどうなるかわからないので、一旦階段の前デザインを敷いて終わらせておきます。で、つなぎ目は中を通れる建物で作っていこうかなと思うので、東屋を置いて木も植えながら東屋の横にくっつける建物の下に石畳を敷きます。で、その横に西部の街並みをくっつけて建物らしくしていきます。で、このままだと東屋と西部の街並みの隙間が気になるので、前に格子のマイデザインを貼ったシンプルなパネルを並べます。で、その他の柵の前は木と低木と麦畑で埋めていきます。ここは案内所の裏ということもあって、でしかも案内所の裏に何かエリアを作るぐらいのスペースがないので、ここは植物で埋めることにしました。はい、全体はこんな感じです。こんな風に植物わさわさにして次のエリアを見えないようにしたり、中を通れる家具を置くことでエリアのつなぎ目はなじませることができるかなと思います。で、あとちょっとだけ道の上に家具を置くんですけど、滅場車を2台くっつけて木で隠れるところに置いておきます。では次は忍者屋敷と今回のお城のエリアのつなぎ目を作っていきます。そんなにスペースがないのでそこまで凝ったエリアにはできないんですけど、とりあえずなんとなく崖の上に登れるように見せるために階段ダンスを使って階段を作って、その他は西部の街並みで小さな小屋を作ります。で、あとは植物で埋めていきます。で、最後に道の上を落ち葉で飾って、これで今回のエリアは完成です。いかがでしたでしょうか。今回は秀吉城を作ってみました。あらすじ付きの最後の島釘動画としてはなかなか迫力のあるエリア作りをお見せできたかなと思います。改めて今後の江ノ島の動画についてなんですけど、まだ動物のお家が2軒と施設もいくつか残っているので、その辺を使って余ったスペースや砂浜を埋める動画やお部屋作りの動画がいくつか上がって、ついに夢見公開になるかなと思います。なのでもう少し夢見公開までお付き合いいただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。